いつ行くか分かりません。こういう感じで完全に叩かれてないからわあ、ちょっと23個試していいですか？はいはい、僕も勉強になりますので。あ、そうだ、せっかくだから高家先生にもあれはぜひ体験していただきたいんですけど。なんかこれは僕チャンネルで撮っていいですか？これはぜひちょっとそれこそ自分の4本目に町井先生おすすめのものをっていう内容の原稿もあるぐらいちょっとおすすめのものを見たいと思ってたので、ちょっとじゃあすいません、オープニングを撮らせてください。こんにちは、空手家国です。本日も大阪の日本橋にある資材探検道場、東進で令和の剣豪、町井功先生とお届けしたいと思います。本日もよろしくお願いします。いやもう前回までもちょっと真剣でもう切らせていただいたりとか、その居合で切るための基礎中の基礎っていうものをちょっと教わったりとかいろいろちょっとさせていただいたんですけども、ちょっと今日は町井先生が僕におすすめするみたいなものをリクエストしようと思ってたら、ちょうど撮影の前に先生がぜひ体験していただきたいものがあるって言っていただけたので、そもそも僕次のやつで町井先生に何か僕に町井先生がおすすめするものをちょっと体験させていただきたいとか教えていただきたいって言おうと思ってた矢先だったので、ぜひちょっと体験していただきたいというものを今からちょっとやりたいなと思いますので、よろしくお願いします。他のチャンネルでも、ご覧になったかも分かりませんけども、今回の、撮影の中で肘の緩みとか、その力を抜くということをお伝えしましたが、それを応用した、右から左へのすり抜けの小手打ちを、体験していただこうと思います。ただ高家先生日頃から空手されてて反射神経はすごくいいであろうでしょうから、僕の拙い技術がまかり通るかちょっと不安なところはありますけど、では早速やってみましょう。これは剣術の稽古の時に安全に打ち合うための袋竹刀みたいな、で一般的な竹刀と違って、4、8、16っていう数で竹が割れてます。なので叩いても安全。ちょっと痛いですけどで、じゃあまず構えてみましょうか。これ妹と同じ持ち方？一緒です。で袋竹刀の場合はこの縫い目が刃っていう風な想定になるので、これが下にいて、で剣道とかですとこうやって周りが遠くてこう下に構えますけど、古流の剣術って意外と昔の絵見てもお分かりいただけるんですけど、自分の頭を守るために頭よりも切っ先が少し出るぐらいの高いところで構えるんです。だから剣道と違って周りもこんな近いんですよね。で、僕がここから高家先生のここ叩きます。手離していただいてもいいですし、刀で弾き返してもいいです。で、柳原君で一回試そうか。一回高家先生の右手叩いてみて、釣り落としで一度じゃあ動画で見たことあるやつですもんね。でしっかりと跳ねのけるか手離すかしてください。ちょっと分かれてます。でも反応ができてます。じゃあ肘の向きを伝わる向きでいきます。いつ行くか分かりません。
ういう感じです。こういう感じです。はい。完全に叩かれてないから。もう一度いきます。はい、ここからこう抜けていきますので。はい。こんな感じです。しかも綺麗にここ来てますね。はい、こういう感じです。これが剣術で必要なこの肘の緩みです。これができるといろんな技に応用ができて、打ち込みも早いですし、あと相手が打ってくるのを守る時も相手より早く動けるんですね。そう、若干自分が使ってる相手のパンチに近い気もするんで、はい、ちょっとその感覚で受けてもいいですか。はい、ちょっとこっちを話すのたまにかな、ちょっと23個試していいですか。はいはい、僕も勉強になりますので。よし。指当たったな。難しいな。ポチ。ポチ。そっか。なんとかかろうじて当てれましたですね。ちょっと待ってくださいね。どうするのが一番早いだろう。いやちょっとガチでなんかこういくつかとりあえずもうちょっと待ってくださいね。もう一回手外す方ちょっと挑戦したいです。はい、お願いします。今外せたんじゃないですか。外せたんですけどこっち嫌いだ。今外せたんじゃないですか。外せたんですけどこっち嫌いだ。いやすごいです。外される方ってなかなかいらっしゃらないので、なんかちょっと実は似た身体操作があるんですよ。でそれだと思ったらいけるかなと思って、剣だと思ったら多分僕避けれないんで、はい、だから今こっちは絶対間に合う気がしなかったんですね。そうなんですよ。実はこれは絶対間に合わないので、空手での技として受けたらなんとかなるかなと思って、今ちょっと何回か挑戦させてもらったんですけど、ちょっと実は似たような技が。空手部はどんな感じのことをされるんですか。僕は罰銃って言ってる身体操作なんですけど、あれですかね、これは町井先生のチャンネルやった方がいいのかな。よかったらじゃあこれに関しては、町井先生のチャンネル紹介させていただこうかなと思いますんで、じゃあどうぞぜひぜひよろしくお願いします。でもじゃあ僕が剣を持ってそれができるかって言ったらちょっとなんか自信ないんですよね。でもちょっとすいません。ちなみにこれは剣の時はどういう感覚でやられてるんですかね。最初稽古する時にはここから手を使うと相手目視で分かるので、最初は手を使わずに体で抜いてトンっていうのを練習するんです。でそれができてくるようになると、体の揺れをどんどん消して肘だけで抜くと。で肘抜いても手はやっぱり若干上がるので、そこを中心って言われる技術使って手の位置を変えずに抜いていくというのをやるんですね。こういう動作を、こっちをちょっと肘です。肘の力を抜くと、これ手でやるとこんだけ時間かかるんです。同じ速さで動きますが、肘を抜くとここにすぐにここに来るので、相手の剣で自分の剣が一瞬隠れるので、相手もちょっと気づくのが反応が遅くなる。最
終的には股関節の向きと肘の向きと両方使ってこれだけの動きです。見せていただいてよろしいですか。さっき刀で切るのを体験された時に振りかぶりが大事ですよ、この位置が大事なんです、一瞬刀がここに来ますのでここからこういう感じです。先生にできる気がしないですよ。お弟子さんタイプじゃあどっちか代表で。まさかの息子さんです。避けたらいい。避けたらいい。おっす。こっち。ごめんなさい。フェイントになっちゃう。いやー、やっぱ無理ですね。三男は僕とよく稽古してるので、僕が打ち込んでも避けちゃうの。そうなんですか。僕当たるわけないじゃないですか。僕のやっぱり一緒に稽古してるんで、僕の出方もよく分かってるので、本気でいくで。でもちょっと当たってるけど反応いいよね。やっぱりもう避けられたので。そっか、剣持ってる時は僕さっきこうやってやってましたけど、こう引くのが正しいんですね。引くっていうか、なんて言ったらいいですかね、僕と同じ動きしないと避けれないんですよ。でちょっと取ってきて、これをこういう感じで避けるんです。で今指先には軽く当たってますけど、これ本物だったら唾がついてますのでよく守れてるんですね。こういう感じです。寸前でかわすんだ。さすがです。この手を離して避けられたのは初めてです。あ、本当ですか。ありがとうございます。すごい勉強になりました。ぜひ後でそうですね、空手の技だったら、ぜひご指導ください。相手との、例えばその間合いの認識を、勘違いさせるような技術だったりとか、もしくはその、相手に、なんですかね、気づかれないように切るというか、その踏み込む技術だったりとかっていう、そのこれでも勝負を取ってしまう。ここで刀抜いてしまうと相手が刃物見えるんで。今日も最後まで YouTube を見ていただきありがとうございます。僕も和知先生の終身流居合流標法チャンネルの方に出演させていただきますので、ぜひそちらもご覧ください。あとですね、こちらの死産体験闘神ですね、こちらの僕が前回やらせていただいた真剣での死産とかもさせていただける道場なので、ぜひこちら大阪の日本橋にありますんで、ぜひ調べてみてください。ごめんなさい、僕が勝手に説明しちゃった。ありがとうございます。こんな
雑な説明。もう大丈夫です。嬉しいです。ありがとうございます。日頃僕のチャンネルは見れば 100% 強くなるために役立つ動画を毎週金曜18時に更新していきます。動画の内容が良かったらいいねボタンとチャンネル登録して、これからの空手家国立の YouTube 道場で一緒に強くなりましょう。ありがとうございました。今回お届けするのは、避けられない攻撃を出すための間合い操作術です。僕の空手の技術の一翼を担う本当に超大切な技術で、概念自体はものすごい単純なもので、知ってしまえば正直そんなことなんですけど、僕にとっての秘伝と言ってもいいレベルの技術なので、要点などについて、絶対に